こんにちは、メイです。今回はここの左にも街を作るのですが、広範囲すぎたのでこの動画は前編となります。今回はどんな街になるのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。毎日寒いですが、薄着で土木工事を頑張っていきます。はい、こちらが本日の作業現場です。ここは島一番の発展した街にしたいので、いろんな方を誘致していきます。今回の範囲はここ。作れど終わらぬと思っていたら、一気に広範囲をクリエイトしていました。なので今回は前編と後編に分けています。私史上最大範囲をすぐに更新していくスタイルです。まずはお出迎えの街を作った時に、過去の私に託された場所から作っていきます。過去の私との約束を守っていきます。この辺りは飛行機から見えるので、ちゃんとバイデザインを敷きます。上の道と下の道をただまっすぐにつなげているだけの映像です。上と下の道をつなげました。違和感をなくすように家具を置いていきます。家具の背中が気になるので、家具の顔を向けて隠していきます。薪ストーブを素手で触ってやけどしないか心配になりながらも置いています。家の中身は床の間、飾り柱、薪ストーブと中を埋めるだけの家具です。側面が見えないよう隠していきます。石窯を飾って煙の確保。この煙がいい感じに冬を演出してくれるので、本体は見えないよう家具の後ろへ隠します。あとは華やかさを足しています。道が狭すぎたので1マス拡張。道は3マスに拡張しました。ここだけしっかり足跡付きです。まるでここだけ歩いたかのようですね。中途半端だった道の続きを作ります。真ん中は街に続く道ですね。冬らしく左側の街にはスケートリンクを作る予定です。下の方も同じように人が雪を踏みつけた後のマイデザインを貼ります。ここは後編でホテルっぽくするので、その下の部分を作っていきます。途中までは赤レンガで、あとは苔のレンガのものにチェンジ。正面しかリノベーションしていないという設定です。ケチなところを見せつけていきます。道に迷いそうな看板を置いて、そこにあるあるベンチ。下側は夏から置きっぱなしだった椅子とテーブルセットです。新しいマイデザインの登場。手直しが終わったら投稿予定です。エリアをつなぐ狭い道ができました。こっちの路地はすれ違えないほどの狭さがいい感じです。左側にこの島最大のビレッジを作っていきます。ビレッジといえばレンガの道なので、手待ちのレンガをふんだんに使っていきます。霞んでいてどこに敷いたか見えにくいですが、C カーブになるように敷きました。道に沿って中世の街並みを飾って大枠を作っていきます。門の下は少し段差があるように見せかけて、影がついているだけですね。今回のモデルはノーススターカリフォルニアリゾートです。ホテルの目の前にスケートリンクがあるので、それを参考にして作っています。趣のあるリゾート地っぽくするために赤レンガを採用。白い地面に赤が映えるというのももう一つの理由です。こちらにもお店の入り口を作っていきます。建物は中央がへこむようにシンメトリーになるように配置していきます。街の大枠ができました。門それぞれにお店を誘致していきます。まず一つ目はエイブルシスターズ。お洋服も売ってもらいますが、こちらはお洋服のレンタルショップにもなってもらいます。ウェアやスケート靴などのレンタル業務が始まります。エイブルシスターズの誘致成功。門からウィンドウガラスが見える位置にしてあります。続いてこちらはたぬき商店。主張の激しい外観をしているため安定に隠していきます。屋根に雪が積もっている関係で多少良さそうですね。お店が隠れていい感じですね。3軒目はジャックのコーヒーショップと見せかけたホットワインを飲めるお店ですね。2年ほど前に内装を作ったままにしてあります。今回も変わらずワイン店を営んでもらいます。ワインバーの誘致完了。これで全てのお店がここに揃いました。自宅の近くを便利にしていくスタイルを貫いています。それぞれのお店の特徴が出るように飾っていきます。たぬき商店ではスケートリンクを使用するためのチケットなどを買う役割を果たしてもらいます。お金の管理といえばたぬきですよね。今回も街中に雪を目立たせるために自然物を植えます。家具に雪が積もらないので攻めたものを抵抗です。
お店の入り口はそれぞれ光らせます。白い靴はスケート靴の見本、編み上げブーツを飾りました。適当に書いたレンタルズマーク。ミスラーのレンタル店は8割方こういう看板を掲げていました。たぬき商店の前とエイブリシスターズ前ができました。設計ミスがあちこちにありますが、これが代表の実力ですね。今日のお洋服レンタルはペイントつなぎですね。偽装ワイン店も光らせていきます。丸くて可愛い電球は何個あってもいいですからね。こちらが偽装用看板です。右側と同じになるようにホテルした部分を飾っていきます。結構お気に入りの組み合わせだったりします。コーヒーショップに偽装ワイン店ができました。全体で見るとこんな感じ。中央にスケートリンクを作っていきます。スケートリンクはちょっとへこましていきたいので、周りに影をつけていきます。スケートリンクは楕円が多いイメージなので、楕円になるようにしていきます。階段のマイデザインは書き直したものを投稿したので、気になる方をダウンロードしてくださいね。土の道の上に氷の透明ドットありマイデザインを敷いていきます。氷は自作です。街中に突然現れたスケートリンクができました。思ってるよりいびつだったので、後で直しておきます。スケートリンクを囲うように白いレンガをこれでもかと敷いていきます。道幅が2マス程度になるようにするために、道の端には段差をつけます。スケートリンクは手直ししておきました。白レンガで囲えたので飾り付けをしていきます。スケートリンクはハロウィンの柵で囲います。この鉄の細さがいい感じに街に馴染んでくれるんですよね。柵は一瞬で雪が積もるので雪の街には外せないアイテムです。飾り柱はあえてグレーストーンにして目立たないようにしています。スケートリンク周りも左右対称になるように飾り付け。チケットをもぎ取るカウンター。誰がもぎるかは決まっていないので勝手にスケートし放題ですね。タヌキたちが起きていない時間がおすすめです。スケートリンクの完成です。スケートリンクのある街並み前編はいかがだったでしょうか。完成した姿が気になると思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方をお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。